らっしゃい。はいさい。今回もやってきました。はい。前回モリモリさんと言ってはい。ダメだったんですよ。天気悪い日か。そう。全然出てこなかったね。はい。まあ理由としては、コメント欄でもあったんだけど、オキアミボールはい。前回作ったやつ、あれがなかったからじゃないかっていうコメントあったんですよ。あ、確かに俺もそれ本当にあると思います。俺もそれなのかなって思ったり思わんかったり。はい。ということで、肉を作ってきました。あざーみー。やば今回特別に肉をですね、午前と午後の部で2回落とそうかなと思ってます。で、協力助っ人、2番、前回もいたんだけど、はい。今回金城先生、もう大物といえばもう金城先生しかいないですよね。バンバンが大物釣りを教えてもらったと言ってもね、師匠みたいな。すごいいろんな魚仕留めてきてるんですよ。で、金城先生どう思った、あの動画を見て。いや、浮きつければいいかなと思って。あ、浮き。なるほどね。金城先生が今回、なんか浮き作ったらしいです。あ、使わせてください。金城先生が作った浮きで。と仕掛けもね、用意したんですよね。ああ、そうですね。用意してます。全部金物屋で作りましたね。金物屋で作ったらしい。釣り具屋じゃなくて金物屋。釣り具屋には売ってないやつで作ったらしいですね。それは後から紹介します。はい。ということでね、早速もう比嘉さんがもう場所を確保してるんですよ。はい。なので向かいますか。はい、じゃあポイントに向かいましょう。はい、向かいましょう。はい、今、ポイントついたんだけど、はい。あちらに船の方がいるんですよ。はい。で、ちょっと釣りの邪魔しないからここ潜ってもいいかと。はい。で、なんかここで30万の竿とリールセットを落ちてるらしく、それ取ったら、5万円あげるよっていう言われたらしいんですよ。誰かにね。他にも誰かが落としたのか、動画見てお願いしたのかちょっと分からないですけど、でその際に潜る際にちょっと GoPro つけてもらってもいいですかって今お願いしたところ、あ、全然いいよということで、なのでこちら GoPro 頭につけてもしかしたら海の中見れるから、そして竿も見つかったらね、一石二鳥一石二鳥、自分たちのじゃないかもしれないしね。誰のかは分からないんですけど、水中映像が見れると。そういうことです。最高かっつって渡します。はい、じゃあ頼んでいきましょう。こんなことってあるんすか。すごいね。すごい経験なんだけど。赤いボタンありますよね。そうそうそう。泳ぐときに。はい。で、押したらいけない。数値が5分で。ボタンを押したら数値が5分で。ってことで、じゃあ早速俺たちも釣りの準備に取り掛かりますか。はい。餌釣ろうね。はい、じゃあ今日も頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。今日もなんと比嘉さんがいます。比嘉さんですね。よろしくお願いします。昨日また作ったんですよ。うわ、すっげえ。これはあ、糸切った。糸切ってないよ。今切り寄った。オーマイガー。あ、まだある。よかったよかった。今普通に糸切ったんだ。よく見えたね。まあ。もういい？痛い。はい、早速ね、大物を召喚したいと思います。いけ。やばいマジで。前回よりなんか分散率がすごいんだけど。分散率いいね。で、そばに目の中どうなってんのか。すごいね。やばい。これで魚集まるといいけど。で、さらにあそこにおじさんがいる。もうやばいだろ。はしごかあれ。はい、おじさん潜ってきましたね。あ、今から潜る感じかな。じゃあ GoPro いい感じで撮れるといいね。はい、金城先生がね、そう。ちょっと朝ごはん作ってきてますね。で、今日バンバンみたいな、あはいって言って、タコライス作ってきたからよって俺言われたんですよ。
で金城先生タコライス料理できればと思ったんですよ。でも早速人数分持ってきてくれてるんですよ。優しい。じゃあすいません、どうぞ食べますいただきます。これ力つくぞこれ。どうしたか。ピッチャーさんタコライスって言ってどんなの思い浮かべました？いや普通のタコレースでしょ。ガチダコですこれタコとライスだねこれ。本当のタコライスっすね。本当のタコライスだね。けどこれはこれで美味しそうな気もしてきたね。いただきます。ボリューミー。硬くないそれからうまっ。美味しい。うまっ。ご飯味あるご飯に。タコをおかずにご飯食う感じか。めっちゃうまい。100個目ご飯みたい。あ、なるほどね。マジうまいっすよね。じゃあこれ食べて頑張りたいと思います。はい。はい。大物用のピトン板バネってやつですね。こちら。こちらね、最近購入したんですよね。そうっす。最近購入してもう早速実践です。あ、これちなみにどこで手に入れた？これなんとお店に行ったら見つからないんですよ。うんなんか友達から連絡が来てバンバン買うみたいな。もちろんじゃないかってなってすぐ買って。で、これちなみにいくらだった？竿とリールとピトンで13万で購入しました。安すぎだと思います。マジで安いです。しかもめちゃめちゃ新品です。でこの買った人に聞いたんですよ。どれぐらい使ったのって言ったから2回って言ってました。2回。2回。じゃあ3回目ということですね、今回で。見てください、この太い板バネ。いいよねこれ。で、竿、じゃあ次竿紹介いこうか。竿がこちら。ドン。尖閣の100号。4メーター84センチです。すごいね。太い。リールがこれ。リールこれ。で、13万らしいですね。90だ90。でこれ P85。P85。僕が大体500ぐらい巻かれてるんじゃないかなと思ってるんです。で、これの先についてるのが、なんと芝刈り機のあれらしいですよこれ。あ、芝刈り機で回転するやつか、これ。っはいでてことは、これもう釣り具屋さんに売ってないの、この時点で。この時点でもう釣り具屋ではないです。で、ここからワイヤーなんですけど、このワイヤーこれ、あれっすね。トタン止めるやつですね。そうっすね。トタンをはい台風で飛ばないように止めるやつですね、これ。それがさんに売ってないやつ。さっき金城先生と話したら前代未聞なこと言われましたよ。サメ口切れしないかなって言ってまし口切れ。あ、なるほどね。口切れとはた。口が切れる。もう避けるみたいな。避ける感じだね。小さい魚とかやってたらよく、それだけが心配って言ってたよね。そうそれが心配です糸は切れないけど。針のサイズがこちら、フック船長ですね、完全に。これぐらい。これ。で、針が2個ついてるね。これ。こっち餌つけて、うん。でここは遊ばしといて、要は餌食った時にまあ吸う魚もいるんですけど、その時にこれが先に入るから中でかかってこっちもかかる、こっちが口にかかるみたいなあ、なるほどね。吸い込み仕掛けみたいになってるんです。吸い込み仕掛け。これ金城先生が作ったみたいですね。そうです。魚って餌吸い込んで食うじゃないですか。うん、吸い込むね。吸って。餌よりこれが軽いんですよ。あ、なるほどねこ。れが先に入るんですよ。ああ、そういうことか。吸い込み仕掛け。面白い。吸い込み仕掛けって技らしいですね。今回はこれに先ほどツーバーさんたちがね、もう俺たちが来る前からうん。もう餌釣ってくれてるんですよ。なので餌ねその魚を使ってね泳がすんですけど、その魚ってやっぱ潜るやつも出てくるんですよ。いるね。なんと金城先生が浮き作ってくれました。金城先生スペシャルこれで。す。こちら。金スペです。これ浮きっていうサイズかこれ。でかすぎるだろ。ハイサイフロート。浮力1万です。浮力1万って書いてますね。浮力1万号。ハイサイフロートって書いてますね。で、横には、こういうふうに、サメの絵もある。サメ用紙のも感じ、サメの絵が描かれてますね。で、こっちにも、違う種類のサメ。種類が違いますね。もうサメ用紙ね。つまりこの発泡スチロールでこれできてるんですけど、すごい浮力持ってるんですよ。だからサメとか、まあ、アラミバイとか潜っても、この浮力に、耐えられる。この浮力ごと潜らんといけないから、そう、体力を奪うのにもってこいですね。浮力強いからオートフッキングしてくる。そうだね。あ、そっかそっか。それもありそうだし。確かに。あー、いやでっかい。出ました。比嘉さんタイミングいいですね。餌ゲット。でそれを今つけて。今つけようか。はい、こちら比嘉さんが先ほど釣ったダツ。ダツ。元気いっぱいのダツですね。しかもでかい。これでかいのかかるぞ。好き。よっしゃ、行きます。やば、音やば。ボンって。で、ちょっと今は
仕掛けを上げといてまた完璧なんじゃないんですよ。今からロープします。3点張り。はい、完了です。完璧です。3点張りですね。こういう風に竿の中間ぐらいにこうロープでこういう風にくぐってますね。で反対側も同じようにこうやって岩に結んでます。で安全のためこちらにも一応保険で竿が跳ね返ってこないようにそうセットしてます。だこの全部で3本か1点2点でこっち3点だから、もしでっかい魚がかかってめちゃくちゃ曲がって切れた時にこの跳ね返りで頭に当たって死んだ人いるんですよ。一回バンバンやってみて。こっち竿が跳ね返ってもうこういう風に絶対新庄先生の頭には当たらない、釣り人の頭には当たらないっていう、ここが限界です。ここまでしか分からないこれぐらいは余裕ありますという感じです。で今いい感じで流れてますね。あちら潮に流れて沖の方に流れてます。ちょっとずつ糸出して流してる。はい流していきます。で常にここ一人いるように見張り、今回はバンバンと金城先生がはい見張りやります。この竿を見ます。あれおながじゃない？おながっぽいな。おながっぽいの一匹います。さあちょっと竿に反応あり。さあバンバンが今構えた。浮き沈みよったねちょっと。さあ来るか。ちなみに浮きはあっちにある。これですね。これに反応ありました。ついに来たな。ついに降臨する。反応ないね。餌取られたかな。餌ないに。餌ない。餌なし。はい再度餌を変えていきます。こちらも脱っすね。今度は尻尾の方にかける。そして尻尾にかけてからの2点かけだ。次2点かけ。一番太い針は尻尾、細い針は背中ですね。まあ、全部くちばしぐらい太さありませんワイヤー。そうだね。めちゃくちゃ太いんだけど。ちょうどいいね。 OK じゃあバンバン投げようか。オッケーです。これね遠く投げないといけないんだよね。そうですね。遠くの方が例えば本流が走ってたりとか離岸流があってどんどんこの陸から離していってくれる仕様があるんで、それにめがけて今投げるって感じですね。なるほど。ただ浮きから仕掛けまでこうなって今絡まるぐらい長いじゃないですか、うん。だから多分投げるの相当難しいと思うんですよね。難しいんだこれ。ダメだ。ダメ。全然飛ばん。そうだね。竿下だね。これだったらサメのところまでたどり着かないと思うんですよ、うんなのでスペシャリストにお願いしていいですか。そうだね。金城先生お願いします。サメ釣りハンターですからね。はい。金城先生の場合ですね。もっと糸出しますか。もっと出します。これがお手本だよっていう。余分に糸を出すのか。いいですか。 OK。いいですか。 OK。これ遠投するときは浮き事なんですよ。ああいったいった。流れた。下から行ってるの。餌の方から先行でいってるね。今浮きをキックしましたね。あ、すごい。確かにバンバンより距離は出てる。今ツーバーでっかい魚かけましたね。はい。なんかかけてう足元寄ってきて
岩のところ突っ込み寄ったんですよ。岩があるんですけど下に。そしたら方向変わったなと思ったら魚の走る方向が、重みが違うと思ってあ、もしかしたらじゃあスーパーが釣った魚に何かが食いつ食いついたかもしれん。確かにあの引きだったらありえるな。ビビった。すごい。さあ比嘉さんヒット。でかい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 ぞこれ。後ろサポートして。怖いかカンパチなんだイスズミか。すごい細かい。入ったー。おめでとうございます。こちらですね。イスズミちゃんいいサイズ40ぐらいですかね。この顔のラインがかっこいいね。ここ糸出してから開く。はい、こちらの巨大ザオですね。今脱つけてるんですけど、回収して生きのいいこちらイスズミに変えます。でイスズミちょっと模様入ってるの分かる？これ危険信号らしいですね。このしましま点々消えたね今。背中、尻尾と背中の間かな。ごっついね針が。でかすぎるだろ。さあちなみになんですけどサッカー部だったらしいですよ。金ですマジすごいな。毎回見るたびすごいな。あちら魚の群れがありますね。全部魚。本当だ。イスズミ見えるかな。全部魚っすね。茶色くなってる。サメ出てこいや。サメ来たサメ来た。おおまた沈んだ。おおやばい暴れた怒った。やばい。バンバンやったな。